はいどうも、高弘です。今回はこちら、こんにゃくです。このこんにゃくを使っておかかこんにゃくを作りたいと思います。おかかといえば、鰹節のことなんですけど、このこんにゃくを炒め煮にして、鰹節と和えるっていうね、もうシンプルな料理なんですけど、このこんにゃくをね、安くて、ヘルシーですしね、例えばお弁当のおかずとか酒の魚なんかにも、すごく合いますんで、ぜひね覚えていってほしい料理の一つなんで、じゃあこれで早速ね作っていきたいと思います。まずこのこんにゃくをね下茹でするとこから始めたいと思います。はい、まずこのこんにゃくね茹でて、アク抜きですねをしていくんですけど、茹でてね、あと鍋で炒め煮するときに味が染み込みやすいようにね、まずこの表面にね細かい切り込みを入れていきます。こういうふうに斜めにね、もう1ミリ2ミリ間隔でいいです。深さもね1ミリ2ミリぐらいです。こんな感じです。これをね格子状に、先ほどこういう風に入れたんでね、次はこういう風に入れてます。はい、こんな感じで網目模様になってますね。はい、裏も同じように切り込み入れていきます。はい、裏も同じようにこういう風に網目にね切り込み入りました。そしてこれをね、食べやすい大きさ、1センチ角から 1.5 センチぐらいの角切りにします。こう横に4等分しました今。そしてこれね、この幅と1本の幅と同じぐらいの大きさ、言ったらサイコロ状ですねに切っていきます。こういう感じになりました。これをね鍋に入れて水から茹でていきます。はい、こんな感じで鍋にねこんにゃくとたっぷりの水を入れます。そしてこれをね強火にかけて沸騰させます。はい、こんな感じで沸騰してきましたら、このままね沸騰させたまま1分ほど湯がいていきます。はい、1分ほど湯がいたらね、もう火を止めて、これをねざるにあけます。はい、こんな感じでざるにあけました。これまだ湯気出てますね。この湯気がね出なくなるぐらいまでこのまま冷ましていきます。こういうやり方をねおか揚げって言うんですけど、これこんにゃくをねなぜこうするかというとね、こんにゃくって結構水分多いでしょ。それで湯がくことによってね、アクを抜くと同時にね余分な水分を飛ばすんですね。そうすることで今度味をつけるときにこんにゃくに味が染み込みやすくなるんですね。そのためにこのおか揚げという作業を行います。じゃあね、このままこの出ている湯気が出なくなるぐらいまで、冷ましておきます。はい、じゃあ次にねこんにゃく以外の材料を紹介したいと思います。まずこれね、砂糖、これがね 15g です。そしてこちらが濃い口醤油、これ 30cc、 みりんも 30cc です。そしてこれね水 50cc と日本酒、お酒ね 50cc、 これも合わせてあります。そしてごま油、こんにゃくはねごま油で炒めます。サラダ油でもいいんですけど、ごま油で炒めた方がね独特のこんにゃくの臭みみたいなのがね消えるんで、できればごま油使ってください。そしてこの一味唐辛子、これお好みで入れなくてもいいですし、辛いの好きな人はねたくさん入れていただいてもいいですし、そしてねこの鰹節、粉かつおを用意してください。これねまだ粉かつおじゃないんですけど、わざわざ買わなくてもね、花かつおなんか鍋で中火でねから入りしたり、電子レンジで温めたりしてね、これねもうすでにね、600ワットで1分間加熱してね冷ましてあります。加熱した直後はねこう揉んでも割れにくいんですけど、冷めるとね水分が飛んでパリパリになるんで、こういう風に手でこう揉んであげると、はい、こんな感じで一瞬で粉
粉かつおになりますね。はい、こんな風にして粉かつおを作っておいてください。これが粉かつおはね 3g です。あんまりねいっぱい入れるとねこうかつお同士が塊になってねちょっともさもさした食感になるので、これぐらいの量でいいと思います。かつおの風味がねすればいいんでね。はい、そしたらねこんにゃくの粗熱も取れたと思いますんで作っていきたいと思います。はい、じゃあねこれぐらいの鍋用意します。フライパンなんかでもいいんですけど、あまり大きいフライパンだとこの調味料にこんにゃくが浸からないのでね、ちょうどこんにゃくがね下に1段ぐらい埋まるぐらいの大きさの鍋があればそういうの使ってください。そしてここにねごま油、はい、大さじ1杯ほど入れます。そして中火にかけます。そして油が温まってきたところでこんにゃくを入れます。そしてねしばらくこう全体に油が回るぐらいまでね炒めます。こんにゃくを、はい、全体にねこんにゃく全体に油が回ったぐらいでお酒と水を入れます。はい、そしてそこに砂糖、そして濃い口醤油を入れます。で沸騰するまでねちょっと火を強めてください。で少しアクが出るのでねこれはすくっておいてください。はい、沸騰したら、はい、中火にして時々混ぜながらね煮詰めていきます。はい、だいぶね水分が少なくなってきましたね。こんな感じですね。そしたらねもう少しね火を弱めてください。このね中火でこうやり続けると焦げたりするんでね、焦げると苦みが出て美味しくないので、はい、もうほとんどね水分なくなってきたんでここで鰹節を入れます。はい、そしてねここでみりん。このこんにゃくにはね砂糖と醤油で甘辛い味付けをしておいて、鰹節にはみりんで甘い味付けをします。この鰹節をね甘く煮ることでこの料理美味しくなるんですね。はい、そしてこれもね水分がなくなるまで時々ね混ぜながら煮詰めていきます。はい、こんな感じでみりんももうだいぶ煮詰まって水分がなくなってきましたね。もう少しですかね。みりんを入れるとね焦げやすいので火加減は本当に注意してくださいね。もうこれのもう弱火よりちょっと強いぐらいの火加減です。はい、もう完全に水分がなくなりましたね。はい、そしたらこれでもう OK で出来上がりです。そしてここにね最後に一味唐辛子をお好みでパラパラと振りかけます。最初に入れてもいいんですけど後で入れた方がねダイレクトにこのピリッとした辛みをね味わえるんで、最初に入れるとねこの煮汁全体が辛くなるので、それはお好みなんでどっちでもいいんですけど、はい、これで完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと見た目真っ黒ですけどね、これ今まだね熱々ですけどこれ冷めた方が美味しいと思います。またさらにねこんにゃくにぐっと味が染み込むんでね、このこんにゃくの砂糖と醤油で煮たね甘辛い味付けとみりんでね甘く味をつけたこの鰹節がねすごく相性がいいんで、もうビールのおつまみにぴったりだと思いますね。もちろんこう子供さんのねおかずのお弁当のおかずとかにもいいと思います。そういう場合はね一味は入れなくてもいいと思いますけど、こんにゃくすごいねお値段も安いですしね、作り方も簡単ですし、ぜひ一度作ってみてください。はい、以上が簡単ヘルシーおかかこんにゃくの作り方でした。